皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI が個人の人生に静かに踏み込んできた48時間を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。ここ数日の AI ニュースを並べてみると、これまでとはちょっと違う景色が見えてきました。同じ48時間にチャット GPT があなたの会話から自殺リスクを察知して事前に登録した家族や友人に通知を送る機能をローンチし、声優の梶裕貴さんが法務副大臣の弁護士を呼んで声の権利保護の三者会合を開き、米国では弁護士なしの AI 訴訟が急増し、日本では16歳の少女がヘルメスとクロードコードで Mac1 台3ヶ月で4000万円を稼いだ事例まで報じられたんです。このニュース、実は単なるバラバラの話題ではなく、 AI が経済・雇用・規制の枠を超えてついに個人の人生のレイヤーに降りてきた節目なんです。なぜなら、自殺察知、声の人格権、弁護士業の侵食、個人収入の桁外れ、生成 AI 著作権の責任論争、この5つが同じカレンダー週5月8日から10日に同時に起きたからです。 AI ってまだ仕事の道具でしょ、私の生活には関係ないよねと思われていた方にとって、この1週間はその答えが一気に変わる節目になります。今日はまずチャット GPT のトラスティードコンタクト機能から、次に梶裕貴さんと法務副大臣の声の権利会談、続いて米国と日本での弁護士業の AI 侵食、そして個人が AI で稼ぐリアル事例、最後に著作権倫理の責任論争を順番に見ていきます。ではセクション1、5月7日にローンチされたチャット GPT のトラスティードコンタクト、つまり信頼できる連絡先機能です。オープン AI は5月7日、チャット GPT がユーザーの会話から自殺自傷のリスクを検知すると、事前に指定した家族や友人にメール、SMS、アプリ内通知でアラートを送る新機能を発表しました。ここで重要なのは2点です。1つ目、判定は AI だけで完結せず、専門訓練を受けた OpenAI の内部チームがレビューしてから発表します。2つ目、プライバシー配慮で会話内容そのものは連絡先には送られません。あくまで危ないかもしれない、声をかけてあげてというアラートだけです。対象は18歳以上、韓国は19歳以上、ビジネス、エンタープライズ、エデュプランは現時点で対象外。同じ日にチャット GPT の軽量フォールバックモデルも GPT5.3 インスタントミニに静かに切り替わりました。 AI が孤独や悩みの相談相手になる時代が進むと、人と人の間に AI がセーフティーネットとして割り込むことが避けられなくなります。続いてセクション2、その同じ週、日本の声優梶裕貴さんが動きました。5月8日、梶裕貴さんは法務副大臣、声優、弁護士の3者で声の権利保護を議論する会合を開いたと X に投稿し、9571いいねと1474リツイートを集めました。ここで議論されたのはボイスクローン、つまり AI で本人の声を学習して合成する技術への対応です。日本ではこれまで人の声に明示的な人格権は法律上はっきり位置づけられていませんでした。今回の会合は声優や歌手、ナレーターといった声を商売にする職業の人たちにとっての権利の最前線を政府の高官と直接議論した初の事例の一つです。同じ週、ボーカロイドのボカデュオというイベントで参加者のプロフィールに生成 AI 音楽サービススーノの使用が記載され、楽曲も生成 AI で作っていたと判明。ボカロ、楽器、歌唱まで AI 侵食の波が及んでいるという議論も起きました。声、楽曲、絵本、漫画、クリエイティブ職の根幹に生成 AI の責任所在が同時に問われた週です。次にセクション3、海の向こうでは弁護士なし AI 訴訟が急増しています。5月9日、
ハブルの弁護士酒井智康氏は、米国で AI を使って弁護士を立てずに訴訟を起こす個人が増えていると報告しました。文書作成のコストが激減し、軽微な労働トラブルや消費者紛争を訴訟費用ゼロで投げ込めるようになったからです。ところがここで注意点があります。企業の側にとっては、相手は人間の弁護士じゃなく AI になっても応戦は人間の弁護士に頼まざるを得ないため、企業側の防御コストはむしろ上がると酒井氏は指摘しています。日本でも労働トラブルや少額消費者訴訟で同じ現象が起こり始めると、企業の法務予算とリスクマネジメントは大きく書き直しになります。同じ週、IREX という日本のホーム AI が5月施行の民事、つまり民事訴訟手続きの IT 化に完全対応した正式版をリリース。弁護士の統合 OS 相棒と呼ばれる位置づけで、始業 AI の実用フェーズが本格化しました。IREX コグニションのデビン NEC× アンソロピックのクロードコワーク、弁護士、エンジニア、事務職に同時に AI が座り始めた週です。セクション4、同じ48時間に個人が AI で桁違いに稼いだ事例が並びました。代表的なのは4つです。1つ目、アットマークガガロットさんが伝えた事例で、海外の16歳の少女がヘルメスというプロトコルとクロードコードを組み合わせ、中古の Mac1 台で3ヶ月で4000万円を稼いだ話。AI エージェントを並列で複数走らせて案件を取って成果物を納品するスタイルです。2つ目、アットマーク付きのワークさんが伝えた事例で、チャット GPT で作成した文章に人の心を添える演出を加えて占い副業をすると1件9800円という単価が成立した話。3885いいねと多くの再現希望コメントを集めました。3つ目、アットマーク内田サクセスさんによるアビーム業務フローのコンサルスライドをチャット GPT、クロードで10分で再現できた事例。1527いいね。4つ目、アンソロピック公式がクロードコードだけで会社をスケールさせる方法のチュートリアル13本を無料、日本語字幕付きで公開し、認定証が取得できるようにしました。アットマークユラさんが582いいねで紹介しています。これまで AI で月数万円の副業だった景色が、5月にはついに Mac1 台で3ヶ月4000万、占い1件9万8800円、コンサルスライド10分という桁外れの数字に変わりました。一人で会社規模の事業を回すソロユニコーン時代の入り口です。最後にセクション5、生成 AI の著作権と倫理の責任論争が日本でも炎上しました。5月8日、アットマークブルさんは2投稿で計12062いいね、3294リツイートを集めました。内容は参政党か絵本スイミーを模倣した画像が問題視された際の弁明に対し、過去にあなたたちは生成 AI でアンパンマンやドラえもんを無断生成したバナーを拡散していたじゃないか、過去の責任を再追及するもの。生成 AI で盗作した訴えられたら制作者のせいにするという責任転嫁の構造が政治コンテンツで初めて日本で炎上テンプレ化した瞬間です。同じ週、米国の大手出版社がメタのラマモデル学習で著作権侵害の集団訴訟を起こし、イタリアのメローニ首相は自身の AI 合成捏造画像を投稿して、これが私を装う AI です。危険性を理解してほしいと国民に警告しました。日本の視聴者にとっての示唆を3つにまとめます。1つ目、チャット GPT の自殺察知機能のようなあなたを守る AI 設定はもう使うかどうかではなく、家族と一緒に設定する習慣になっていきます。2つ目、声優、ナレーター、絵本作家、デザイナー、ボカロ P など声と作品を商売にしている方は、5月に始まった人格権と学習データ責任議論の動きを把握しておく必要があります。3つ目、AI で個人が稼ぐ方法は
もう副業の小遣い稼ぎではなくソロユニコーンが現実的なフェーズに入りました。 AI 人格権私業個人収入著作権、同じ48時間に5つの方向で私たちの人生のレイヤが書き換えられた、これが2026年5月8日から10日の景色です。まとめます。この1週間は AI が経済と雇用だけでなく個人の人生のレイヤーまで踏み込んだ節目でした。チャット GPT のトラスティードコンタクト、梶裕貴さんと法務副大臣の声の権利保護会談、米国弁護士なし AI 訴訟と日本の IREX 正式版、16歳のソロユニコーン4000万、参政党アンパンマン責任転嫁とメローニ首相の AI 捏造警告。 AI は私たちの死生観、声、仕事、収入、責任のレイヤで確実に次のフェーズへ進んでいます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。